ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。では早速昨日のトレードポイントを見ていきましょう。で、昨日のトレードポイントはここになります。で、ここっていうのは4時間足で見ると、このダウの継続点になってるわけですね。で、日足、週足、月足はもうバンドウォークしているので、イケイケのトレンドなんですね。なので、4時間足でこのダウの継続点でもう下に行かなければ基本的には上に行っちゃうので、ここを狙いました。で、この4時間足のこの1本を狙ったんですけど、この直前に、コマ足が出てますよね。で、このコマ足の正体は何かっていうと、ここになるわけで、1時間足だと、ここのレンジになるわけですね。で、このレンジっていうのは、エネルギーが溜まってる、つまり玉ダメのところなので、それが放出されてしまえば、当然上に行きますよね、ぐっと。そこを狙いました。で、その時に15分足を見ると、15分足はいつもの波形ですよね。いつもの波形というのはどういうことなのかというと、この波形です。ここまでが、バンドが、基本的には、こんな感じで閉じてるところですね。で、こうですよね。で、その後に、直前に、こうやって上がっ直前にこうなんですけど、いつものやつで、で、こっからこうやってきて、で、こっからこうですね。で、この時にバンドがこうやって開くわけですよ。で、ここの一旦緑にこうやってフェイクが入ってきて、こうやって上がる。つまり、15分足で見ると、ちょっと色を変えますね。ここが上段、ここが下段になるわけですよ。で、一旦、こっからこうやって下がってきた。ここから上段に入って、一旦下がってきて、この緑で押さえられたわけですね。ということは、海領域の方が強くなってくるわけですね。ここで止められてしまったっていうことは。この上段で止められてしまったっていうこと。で、それの後に、ここでこんな感じでもうレジスタポしてしまえば上に行っちゃいますよね。そうすると、形的にはいつもの、V ができるわけですね。こういう V ができる。で、その後、こっからこうですね。で、これは、このカップハンドルですよね。これです。これができるわけです。で、そこを狙ってたってことですね。で、これができるってことは、イコール、バンドがエクスパンションするわけですね。ここのバンドが、ここからこうやってエクスパンションするわけですね。そうするともう波っていうのは、こんな感じで上に行くので、そこを狙っていったってことですね。で、領域はここからここと決まってたので、ここからここぐらいですね。で、途中でここら辺ぐらいは、もう切っちゃったんですけど、降りちゃったんですけど、それでも50ピプスで、で、その理由としては、ここに抵抗がありますよね。ここ。直前に。こうですね。なので、ここで、50ピプス、取れたらいいかなっていう感じで、入っていったので、取っていったっていう感じですね。で、ポイントとしては、いつもの、このエクスパンションするようなところを狙っていったというところになります。で、このエクスパンションがちゃんと成功するためには、上位足がしっかりとした、上昇局面になってなくちゃいけないので、それが、4時間足だと、ここの局面になります。ダウンの継続点になりますね。で、あと、皆さんに、お伝えしたいイメージとしては、こういうイメージをちょっと持ってもらいたいんですけど、これ、
1時間足のミドルバンドですよね、ここ。で、こうやって上に上がってきてますよね。上に上がってきて、その中に15分足のミドルバンドがあるわけですよね。で、15分足のミドルバンドっていうのは、1時間足で書くとどういうイメージになるかというと、こっからこうやって下がってきてるわけです。こうやって下がってきてる。ここです。こうやって下がってきてるわけですよ。で、ここで傾きがこうやって上に上がれば、つまり1時間足で書くと、こっからこうやって上に上がる。上に上がればこうじゃないですか。そうすると、1時間足のミドルバンドの上昇の傾きと、15分足のミドルの傾きが同じになるわけですよ。同じになるわけです。で、そこを、そのイメージで、15分足でこういうふうに入っていくと、当然、この1時間足1本がぐっと上に上がるわけですよね。こんな感じで。こんな感じで上がるわけですよね。なので、そこを取った感じです。はい、こんな感じです。で、このイメージを持つと、あとは、15分足が、そこ、1時間足で合流するようなところを狙えば、この1本が取れるので、ぜひ皆さんにそういうイメージを持ちながら、ここに傾きがこういう風になった時に内部構造はもう全部この V のいわゆるカップ&ハンドルになるので、そこを取っていくっていう、ことができるようになります。で、ゴールだったり幅が5、60ピップスがあるので、これあんまり画面上あんまり伸びてないようなイメージなんですけど、しっかり伸びてるんで、デイトレーダーとしては、いい感じですよね。はい。いい感じのピップスが取れるので、ぜひ、あの、この合流するイメージをぜひ持ってもらいたいです。はい。でですね、おとといは、こことここを取りました。これも、同じですよね。さっきのイメージで言うと、こういうことです。ここに1時間足のこういうふうな、あの、バンドがあります。ミドルバンドがありますよね。で、その中で、こうです。15分足が、この15分足のミドルですね。これが、こんな感じになってるわけです。で、それって、どこらになるかというと、イメージ的には、ここから、こんな感じですよね。なので、ここら辺ぐらいからもう合流してしまうので、1時間足の傾きと、15分足の傾きが同期するわけですよね。そうすると、ここからこうやって上に行く。ここです。こうやって上に行くので、ここから入っていったということになります。で、あと、この真ん中に、15分足の上段下段があるわけですよね。この真ん中、この真ん中。ここ。ここら辺ですね。で、その上段を狙いましたっていうことですね。はい、いわゆる、買い領域に入っていった。ここから下っていうのは15分足の売り領域なんだけど、ここの、上に行った場合は、買い領域ですよね。なのでそこを狙ったって感じですね。ここでも5、60ビプス取れた。で、さらに一段上に行って、ここで一気に上がってきたので、ここからここまで、取っていったってことですね。これはちょっと夜中ですけど。で、ここの形も一緒ですよね。
イメージ的には、こうですよね。カップハンドルですよね。こつまり V なんですけど、これですね、V。V 字波完成の後の、ここです。っていうのを取っていったっていうことになります。はい。本日の解説は以上になります。